どうも、今回 3D プリンターメーカーのエレゴーさんからこんなものをご提供いただきました。これ中身はこんな感じになってました。これサターン2という新型の 3D プリンターになります。まず見た目がかっこいいですよね。こういったガレージに置いてあっても非常に映えます。このサターン2、これがどういったものか分かりやすく説明すると、めちゃくちゃ綺麗な造形物を印刷できる光造形方式の 3D プリンターになります。でこういった説明書もついてきたんですけど、この名前見ても分かるようにサターン2ってありますよね。これ前機種でサターンっていうものがあって、それの後継機にあたるものになります。これの前機種であるサターン、これも一昔前はめちゃくちゃ綺麗に印刷できる 3D プリンターって言われてたんですよ。このサターンで印刷できる解像度が 4K だったんですよね。でその 4K っていうのがテレビの解像度あるじゃないですか。 HD 画質とか 4K 画質とか、あれと似たような感じだと思ってもらえればいいです。それでも十分綺麗だったんだけど、このサターン2に関してはその解像度が 8K となっております。テレビの画質とかでも 8K なんて言ったらもうとんでもない綺麗さですよね。それの 3D プリンターバージョンみたいな、そういったイメージです。そんなものをこういった個人が使えるっていうすごい時代が来たなとちょっと驚愕してます。でちょっとこれ実際に印刷してみたいんだけど、その前にもう一個だけ、説明しておきたいことがあります。こういった個人レベルで使える 3D プリンターって大きく分けると2種類の方式が存在するんですよ。まず1個目は FDM 方式って呼ばれる 3D プリンターになります。それが何か簡単に言うと、フィラメントって呼ばれるプラスチックのリールみたいなぐるぐる巻かれたやつを熱で溶かしてぐるぐる積層していくっていうタイプの 3D プリンターになります。このタイプのメリットを言うと、熱で溶かして積層していくだけなんで、比較的簡単に造形物を作れるっていうところがあります。これが実際にその FDM 方式、うちにある FDM 方式の 3D プリンターで作った、これ電動工具のバッテリーを入れる、そういったアイテムなんだけど、こんな感じで結構綺麗に印刷できるんですよ。ただ結構近寄ってみるとですね、この積層線って呼ばれるこの線がですね、要はピラミッドみたいな感じですね。積層していくんで、この層になってる部分がちょっと目立つんですよね。このタイプは簡単に扱えるんだけど、仕上がりに関してはちょっと荒っぽいというか、そういった仕上がりになっちゃうんですよ。で2つ目のタイプ、それが光造形方式の 3D プリンターになります。で結論から言うと、このサターン2は光造形タイプの 3D プリンターです。でもってこの光造形タイプの特徴を言うと、印刷に使用するもの、それがこれになります。これもエレゴーさんから今回送ってもらったんですけど、これレジンっていうものになります。こういう液体ですね。この液体をこれだったらここに入れて、でこの中に紫外線を当てる装置が入ってるんだけど、このレジンを紫外線で固めていくっていう、その光で固めていくっていう、そういったタイプになります。でこのタイプのデメリットというと、こっちほどはちょっと手間がかかるっていうところですね。この中でレジンに光を当てて、出来上がった造形物ありますよね。それを一回洗ってあげる必要があるらしいんですよ。でその洗ったものを二次硬化って呼ばれる、これまた、紫外線を当てて固めるっていう二次硬化と呼ばれるそういった作業もする必要があると。ちょっとそれに関してはここにこういった専用のマシンも送っていただいたんで、これもまた後でやります。でもって、そういった作業をしてあげるっていう必要はあるんだけれど、最大のメリットはですね、もうこれとは比べ物にならないぐらい綺麗な造形物が出来上がるっていう、そういった特徴があります。なので、こっちはですね、いろんなものをサンプル的にテスト的に印刷する時にはこれはいいかもしれないです。ただこれはですね、完成物を作るというか、もうフィギュアみたいなものを作れる、よく売ってるじゃないですか、お店にヒーローのフィギュアとかモンスターのフィギュアとか、そういったレベルの造形物が作れるっていう、もうそれが最大の特徴ですね。ちょっと前置き長くなっちゃったんですけど、早速これで、印刷チャレンジしてみたいと思います。でちょっと自分この光造形タイプの 3D プリンターやるの初めてなんで、もしかしたら至らない部分あるかもしれないですが、ちょっと一緒に、見ていきましょう。じゃあ実際にセットアップして印刷してみたいと思います。基本的にはもう箱の中にこういったもの入ってて、説明書だったりとか
こういったものもこういうレンチも入ってました。レジンは別売りだと思うんだけど、それ以外は全部こういった形でついてきます。でこれがアダプターですかね。これもちゃんともう日本仕様のこういったアダプターがついてきました。で後ろにこう電源のを入れるところがあるんで、ここに挿して、これがスタートボタンですかね。もうボタンこれしかないですね、むしろ。なのでもう間違えようがないというか、ディスプレイもめっちゃ綺麗です。ちょっとこれ開けて、でちなみになんかこんなものもついてきました。これ活性炭らしいです。なんか匂い消すやつっぽいですね。これなんか無料でついてました。なんかこう USB をこう入れられるポートがこうあって、こういうことですかね。これはありがたいですね。ちょっとまずこのレジンを入れるタンク、これをちょっと外します。これをこう外すと簡単に取れるようになってます。なんか太鼓の膜みたいなこんなものが貼られてるっていう感じですね。これも取っちゃっていいんだな。この表面にもカバーシートみたいなやつあるんで、これも取っちゃいます。でもってこれがですね、ビルドプラットフォームっていうものらしくて、この裏にこうレジンを硬化させてこう積層させていくっていうものらしいです。なのでこれかなり重要なパーツですね。これもちょっと剥がします。よいしょ。表面はこうザラザラしたアルミみたいな感じですね。でもってこのビルドプレートのレベリングって呼ばれる作業をまず最初にやってあげます。このレベリングっていうのはこれだけじゃなくていろんな 3D プリンターでもあるんですよね。ものによってはすごい面倒くさいんですけど、これに関してはここにこうやり方が書いてあります。これ自体がレベリングを測るこのシートの役割も果たしているそうです。ここにこう設置して1、2の順でこれを外すと、緩めるみたいな感じですかね。こう緩めて、でこうフリーになりました。このホームボタンを押せと、これでこう下まで行くっていう感じですかね。はい、これがこう下まで行ったら1、2の順番で、閉めろとのことです。1、2、こんな感じですかね。これで、レベリング作業は終わりと。本当に、ものによってはこのレベリングに数時間かかるっていうことがあります。自分が一番最初に手に入れた 3D プリンターはレベリング4時間ぐらいかかりました。これは毎回この作業をやってあげる必要があるんで、このレベリングシートは取っておきます。でもって、このレジンタンク、これをこう戻して下まで締めてあげます。これは絶対に、締めろとのことです。はい、これでできました。であとはこのレジンを入れてきます。ちなみにこれがですね、ウォーターウォッシャブルレジンって書いてあって、これ水洗いできるレジンだそうです。使い勝手が非常にいいですよね。なんか普通のやつは結構アルコールかなでこう洗い流してあげる必要があるんだけど、これに関しては水で洗い流せるそうなんで、初心者にはこれ非常におすすめだっていうふうにエレゴーさんの担当者さんから教えてもらいました。今だいたい半分ぐらい入れてあげました。ちょっとどれぐらい入れるか分かんないんで、とりあえずマックスまでとはいかないですけど、結構多めに入れときました。この USB に、さっきのドラゴンのデータ入れてあります。でプリント、でこれいいですね。ここに印刷する対象のファイルのプレビューみたいなやつが出ます。おお、すげえ。これは非常に分かりやすい。印刷するときにどのファイルだっけって迷わなくて済みますね。で印刷、
おお、すげえ、なんかターミネーター2みたいな。2時間41分って出てますね。意外とかからないんだなっていう印象ですね。うわ、すごい。こんな感じでついに出来上がりましたね。うわー、これはちょっと感動するわ。ちなみにこれがですね、1回だけ失敗してます。これ2回目です。さっきパソコンでやった部分でこの紫外線を当てる時間とかがあるんだけど、それ全部お任せでやってたんですけど、これ水洗いレジンがですね、普通のレジンと違ってこの露光時間を 3.5 秒、一番最初の露光時間を35秒に設定してくれっていう風に書いてあって、自分ちょっとすみません、これ最初気づかなくてですね、普通のレジンの設定そのままお任せでやっちゃったら、ちょっとここの接着が甘くてですね、持ってこれの通りに設定してで出力したら、今これ2回目で出たって感じです。なので最初からこれやってれば一発で出せたんだけどな。いやでも本当に初めてにしてはこれいいんじゃないかな。ちょっとこれを洗って二次硬化させる必要があります。さっきちょろっと紹介したウォッシュマシーンとキュアマシーン、これちょっと開封します。こんな感じになってました。こんな感じでカバーも取り外せて、こっちに関してはこれも分離できて水道のところまで持っていけるのもいいですね。この箱側にこのスクリューがついてて、ここは何にもないんですよ。なんか多分これ磁石でひっついてこうファンをぐるぐる回すっていうウォッシュマシンだと思います。コンセントに挿すこのアダプターは1個で二股で分かれてて、ここにこう挿すようになってます。これちなみにこう裏表ないのもいいですね。多分これどっち側でも大丈夫だと思います。乗りますね。こうひねるだけで工具なしで簡単にこう取り外せます。これはすげえ、このままいけるじゃん。ちょっと2分ぐらい洗ってみるか。オン。おー、すげえ。そう、これがですね、結構高さのある造形物までいけるんですよ。この幅プラスこの高さ、こう印刷できるんだけど、これならそのまま突っ込めそうですね。このマシンはいいわ。はい。で時間が経つと自動で止まると。結構硬いですね。お、きたー。これで二次硬化させます。これもめっちゃ楽だな。これもとりあえず2分ぐらいで解きますか。はい、これも自動で止まりましたね。で、こんな感じになったと。うわ、いやすごっ。何これ、ちょっと待って、これマジですげえな。なんか二次硬化させたらなんかなんですか、キュッと締まったというか、気のせいかな。いや絶対これはなんかさっきよりもディテールがなんか細かくなってる気がするんだけど。でこのサポート材は要は建築現場の足場みたいなもんなんで、それでもう取っちゃっていいと思います。手で簡単にパキパキ取れますね。すごい。うわー、これなんかニッパー使わなくても、うわ、できました。
ということで、この設定出しが結構うまくいったんで、このままちょっと勢いでプリントしてみたいと思います。さっきはブラックドラゴンの頭だったんだけど、あれ実はいろんなパーツ組み合わせるとこの本体が出来上がるんですよね。本体のデータスライスしたんで、これでもう行ってみましょう。この液体っていうことで取り扱いはちょっと面倒くさいんだけど、なんだ FDM 方式と違ってこのいちいち温めたりとかっていうのがないのが、そういう意味では扱いやすいというか、一長一短ありますね。ただやっぱこの完成した後の達成感はもう段違いにこっちの方がすごいですね。ちなみに今回は4時間15分です。はい、ということでどうすかこれ。早速見てみますか。完璧だわこれ。うわー、これ分かります？これちょっと見てください。これもはやカメラにこれ映んないかも。ものはさっきのこのブラックドラゴンと同じ、ものなんですよね。この縮尺をこう小さくしてあげたっていう、そういう感じです。ということで最後は自分で作った 3D データがあるので、それを印刷して終わりにしたいと思います。さっきのドラゴンは海外のプロの方が無料で公開してくれてるっていうデータを使ったんだけど、今回のこれは自分で作ったものになります。昔自分がハマってたアークザラット2っていうゲームがあったんですけど、そこに出てくるジークベックっていうロボットがいてですね、それの 3D データをこれ作ってみたっていう感じです。非常に楽しみです。これもしうまくいったら最後色も塗りたいと思います。っていうことでできました。どうすかこれ。6時間56分かかりました。いや素晴らしい。うわー、ちょっと撮ってみますか。すごい、ここまで精密にできるのすごいよね。奥の方までさ、そうなんか建物みたいだよね。建築物みたいな。いやもうこれだけでもね、ここ捨てるんでしょ。そう工場みたいな。今のメイクじゃない。メイクでね。おお、わかんねえ、なんだそれ。いや
はい、ということで今回エレゴーさんのサターン2使ってみました。使ってみて良かった点からまず言っていきたいと思います。まず第一にこの造形美ですね。もうこれは圧巻です。正直もうびっくりしちゃいました。時代がここまで来たんかと。あと扱いも楽で、自分これ初めてだったんだけど1回目、ちょっと設定ミスって失敗しちゃったんだけど2回目で、もうこんな綺麗なこれが2回目で出せたので、初心者にも結構扱いやすい機種になってるんじゃないかなと思います。少なくとも自分にとってはそう感じました。であとはこの組み立ての手間がほぼゼロっていうのが良かったですね。段ボールから出してすぐ使えたっていうのが初心者にとっては非常にありがたかったです。 FDM 方式の 3D プリンターだと自分でこう組み立てないといけないものがあったりもするんだけど、これに関しては本当に箱出しであとは電源つなげたっていうぐらいですかね。であとは余計なボタンがもうないんですよね。もう電源がここであとはこうタッチパネルなんで他にもうボタンがないんで間違えようがないってのも良かったです。この2つの機械も自分みたいな初心者にとっては非常にありがたかったですね。これはあって良かったです。いやーもうそれにしてもびっくりしちゃいましたね。でもって使ってみてここかなと思った点も一応挙げておきたいと思います。まずはFDM 方式のプリンターよりもちょっと手間が多いかなっていうのはありますね。やっぱこう液体であるレジンを硬化させてこうやる手前やっぱこう手袋つけたりだとかであと匂いがあったりだとかそういったところは手間だったりまあちょっとここかなとは思いました。ただこの点はこの光造形に関してはまあしょうがないところかなとは思います。でそれとトレードオフでもうこんな綺麗な造形物ができるんでこれはもう FDM 方式にはちょっと無理なんでこれに勝るものはないかなとは思います。ただちょっと手間とであとはですね、この液体にジャブジャブこうなんだ上下しながらこう硬化させていくんだけどもしこれ失敗してたこの1回目自分そうだったんだけどもし失敗してたとしてちょっとこうせり上がってくるまでわからないんですよ。1回目は、3時間後とかかなこうジャブジャブやり始めて3時間後ぐらいにこう上がってきた時にあれ何もついてないみたいな感じになっててそこでようやく初めて気づいたっていう感じなんですよ。なので、FDM 方式と違って失敗してるかどうかがちょっと最初が分かりづらいっていうのはありますね。ただこれも光造形タイプでは、しょうがないことかなとは思います。であとは大きさですね。他のこのエレゴーさんのシリーズと比べると、結構大きいモデルになっているようです。小さいやつだともっとかなりこう小さいんだけど、これ大きい分大きい造形ができるんで、それもしょうがないかなとは思うんですけど、もし自宅の限られたスペースとかに、それでもこういうの欲しいっていう人に関してはこれはちょっと大きいかな。前開きとかだったら低いところにでも入れられるんだけどこうガバッとやる手前、ある程度の高さが必要この設置するところにある程度の高さが必要っていう感じですかね。ただそんなところですかね。いやそれにしても本当にすごいなと思いました。これ後から3つこう出したりもしたんだけど今これ 8K なんだけど今後 10K とか 16K とかいくのかな。でもいったとしてももうこれ以上の精度は難しいんじゃないかぐらい、それぐらい素晴らしい、こういった造形ができるんでこういったフィギュアとか作りたいよとかもう仕事で、こう顧客にこうデザインを提示する時にこういうものが必要とかいう人だったらこれめちゃくちゃおすすめです。いやもうこれアイデア次第で本当にいろんなものがこう作れちゃうんで今後すごい楽しみですね。可能性がかなり無限大だなと思います。個人的にはですね、こういったフィギュアのデザインだとかこういった電動工具欲しいなみたいなアイデアがもう頭の中にいっぱいあるんですよ。そういったものを今回みたいにこう具現化させていったりとか場合によってはこう印刷して、プレゼンしたりだとかですねいろいろちょっとやりたいことがあるのでこれちょっと愛用していきたいと思います。これかなり使用頻度高いと思います。これを使って今後いろんなものをこのチャンネルでも見せていけたらなと思います。はい、ということで今回はエレゴーさんのサターン2の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。